こんにちは、サムライチャンネルです。まずは前回の映像からご覧いただいてますけれども、2時間耐久レースが終わりましたので、エンジンを開けるところからスタートします。サムライチャンネル。さあ、早速ね、エンジンをばらしていくんですけど、今日ね、前回ダメになっていたパッキンを注文しに、この草刈り機を買ったね、農機具店までね、行ってきました。さすがにね、この草刈り機を持っていくのは、少し気が引けてしまったのでね、今回はやめておいたんですけど、代わりにね、説明書を持って行って、パッキンのね、注文をしてきました。パッキンの注文自体はね、すぐできたんですけど、行った時間帯が、ちょうどね、昼休みの時間帯だったので、若手の技術者が3名、そしてね、大ベテランの技術者が2名いて、こんな質問をね、してみました。この草刈り機をボアアップするにはどうしたらいいですかと。そうしましたらね、若手3名はね、いや、やったことないですからね、と。そもそもなんでそんなことするんですかと。逆にね、質問をされてしまったんですけど、私はね、もう当然もちろんパワーアップのためだと。そうしましたらね、若手3名はね、真面目に考えてくれるんですよね。そしてね、結局ね、あまりにも困ったような感じになってしまったので、じゃあボアアップはいいと。じゃあキャブレターもっと大きいのつくかなって言ったらね、これもやっぱりね、そんなこと考えたこともないし、なんでそんなことするんですかねなんていう話になって、話していたら、ここでベテランがね、そんなことするんだったら、新しいの買った方がいいぞと。そんなオチでね、今日帰ってきたんですけど、農機具のメンテナンスもね、本当にね、もう自分の手に負えない時にはプロに頼るしかないので、やっぱりこういう親切なね、お店が近くにあると非常に助かりますよね。ただ今回私がやろうとしてることは、カスタムですとか、チューニングなので、農機具専門のチューニングショップがあったら面白いですよね。イメージ的にはね、昔のアニメであった、よろしくメカドッグですかね。風見くんとか、ナチさんみたいな人たちがいて、草刈り機をチューニングしてくれたら楽しいですよね。幼少期のね、そんな記憶もあって、今回こんな草刈り機のね、カスタムをしてるのかもしれませんね。さあ、そんな話をしていたらね、エンジンの分解ができましたね。さあ、どんな状況になっているのか。あら、思ったより汚れが残ってますね。私のイメージはね、もう2時間もね、草刈りしたんで、ピカピカになってるね、イメージだったんですけど、少し綺麗になってるかなっていう感じはあるんですけど、ちょっと前の時のね、映像と比べてね、比較してみたいと思います。左側が試験前、そしてね、右側が試験後のね、画像となります。こうして比較してみると、少し汚れが落ちてるのがわかりますよね。それでは次にね、汚れをね、ちょっと削り落としてみたいと思います。それでね、今汚れを削ってるんですけど、柔らかくなってるんですよね。試験前はね、確かカッチンカッチンのね、炭の塊みたいな感じだったんですけど、試験後にね、黒い汚れが残ってるところをね、削り取ってみると、結構ね、柔らかく汚れがね、落ちるんですよね。そしてこの棒の先についた汚れなんですけど、柔らかくね、ネトネトした汚れにね、変化していて、手で触るとね、粘土みたいな感じなんですよね。これがフューエル1の効果かもしれませんね。続いてピストンの方を見ていきます。ピストンもね、ピカピカになっていると思ったんですけどね。少し汚れが落ちてるような気はするんですけど、これだけ見てるとね、やっぱりよくわからないですよね。ピストンもね、以前の動画と並べてね、比較をしていきたいと思います。左の画像が試験前、右の画像が試験後の画像となります。並べてみるとやっぱりね、汚れがね、落ちてるのがね、わかりますよね。それでは続いてピストンのね、下部分を見ていきたいと思います。
こちらもね、特別異常はなくてね、結構綺麗なね、状態ですよね。こちらもね、オイルがしっかり回ってね、ヌルヌルしてますよね。そしてこれがね、前回のね、動画の映像なんですけど、ピストンのね、汚れを削った時のね、映像ですね。非常にね、こう汚れが硬いのがね、見ていただけると思います。そしてこれがフューレ1を使用した後の汚れを削った時のね、映像ですね。ご覧のように、汚れがね、柔らかくなってるんですよね。これがね、まさにフューエル1の汚れが落ちてるこう過程と言えるんじゃないですかね。あれだけ硬かった汚れがね、これだけ柔らかくなってると、ちょっとね、驚きですよね。まあもうすでに削ってしまったんですけど、削らないでね、このままね、また閉じて、エンジンを閉じた状態でさらに2時間やったら、どのぐらい綺麗になるのかちょっと疑問がね、残りましたね。でもまあ1%のね、添加でね、ごく少量なんで、日頃から使ってればね、エンジン内のね、この汚れってのはかなり防げるんじゃないですかね。それか次やるときにはね、もう2%とかね、3%入れた状態で使ってみたらね、また効果も違うのかもしれませんね。ただコメントでね、教えていただいたんですけど、フューエル1を使うと、ちょっとね、燃料がね、燃えにくくなる傾向があるって言うんですよね。それなので説明書きには1%までとね、正し書きがついてるようですね。ただね、こう私もこう素人考えで、何でもね、こうたくさん入れればね、効くんじゃないかと思ってしまうんですよね。それでね、ついつい今こう規定量とか決まってるんですけど、こうちょっと気持ちね、多めに入れたくなってしまうっていうね、まあそんなことがありますよね。そしてね、また映像の方はね、もう最終的にね、パーツクリーナーをつけて、ワイヤーブラシでね、こすってきれいにしました。そしてね、コメントで教えていただいたんですけど、はたさんさんとか、みやさんさんですかね。このピストンリングに汚れがね、溜まってしまって固着してしまうとね、やっぱりこうシリンダーの壁と、それとこのピストンとの間の隙間ができてね、良くないということで、ここの汚れがね、非常に重要らしいんですよね。昨年もここの汚れはね、綺麗にしておいたんですけど、以前もね、動画でお話したように、私この作業をやるときにね、このピストンリングを折ったのがね、もう非常にね、もうちょっとトラウマ状態になっていて、このピストンリングをね、外すのはね、もうほんとドキドキなんですよね。今回汚れ自体はね、そんなにね、大した汚れはなかったんですけど、下側のね、やっぱこうピストンリングの溝の方がね、汚れが付着してる傾向にありますね。ピストンリングの溝を、まあ色がね、ちょっと変わってたので、先の細いものでね、擦っているんですけど、汚れ自体はね、なんかこう削り落ちるっていうようなね、ことはなかったですね。溝の掃除が終わりましたので、ピストンリングをはめていきたいと思います。そしてはめるときにもね、ピストンリングの破損に気をつけながら、必ずね、同じところへね、同じ向きではめるようにします。いや、しかし、2サイクルエンジンってね、やっぱり構造がシンプルですよね。私のような素人でもね、こうやってね、エンジンを開けてね、中を見ることができるんですよね。これね、車とかね、バイクでね、これをやろうとしたらね、かなりね、こう、ハードルが高いんですよね。こんなことができるのも、草刈り機の楽しみの一つじゃないですかね。そしてシリンダーを取り付けるときに、一つね、注意しなければならないポイントがあるんですけど、ピストンリングのこの合わせ目のね、位置を合わせるっていうのがあるんですよね。今見ていただいているように、ちょうどね、溝にね、こう円状のね、出っ張りが出ている部分があって、そこにピストンリングの切れ目を合わせてやることによって、隙間がなくなるっていうね、仕組みになってるんですよね。そして上の溝と下の溝では、合わせ面がずれるようになっているので、このようにね、上のピストンリングと下のピストンリングでは、出っ張りの位置が違いますので、上のね、ピストンリングと下のピストンリングでは、合わせ目の位置をね、しっかりとこのね、丸い突起物のところですね。ここに合わせてやる必要があります。そして先ほどもね、ノーキング店でパッキンを注文してきたって言ったね、このパッキンなんですけど、もうさすがにね、もうボロボロになってきていて、オイルも滲んでますんで、
そのパッキンがね、届き次第ね、このシリンダーを装着したいと思っています。本来はね、こういうパッキンっていうのは、1回ごとにね、交換してあげるのがいいと思うんですけど、まだ使えるなと思いながらね、もう3、4回使っちゃってますかね。ここから先は、新しいパッキンが来ないと作業ができませんので、今回はね、この辺までにしておきます。さて、フューエル1。これはね、効果ありと言えそうですね。私もね、車ではね、定期的に使っているんですけど、なんとなくね、こう気分的なもんばかりがね、こう優先してしまって、実際にね、効いてるのかどうかっていうのはね、こう目で見たわけではないので、確認できなかったんですけど、今回ね、草刈り機で使ってみて、その効果をね、実証することができてね、非常に良かったなと思いました。そして草刈り機に使う場合には、2時間ではね、ちょっと時間が短いので、もう少し長い時間ね、使用しないと、その十分な効果を得られないっていうのがね、実感できました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんからのコメントね、本当に励みになるんですよね。勉強になったり、笑ったり、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。